たった一本のスイングが全てを変える。そんな言葉がこれほど現実味を帯びた夜があったでしょうか。しかし、その裏側で一人の男は誰にも弱さを見せることなく静かに痛みと戦い続けていました。試合が終わった今だからこそ語れるロサンゼルス、ドジャースとシカゴ、カブスによる真夏の激闘。その全ては一人のスーパースターの覚悟から始まっていたのです。試合開始前からスタジアムには異様な熱気が漂っていました。5万人を超える観客が客席を埋め尽くし、青く染まったスタンドからは何度の大谷コールが響き渡ります。もちろんカブスファンも負けてはいません。両チームの応援が真正面からぶつかり合い、プレーボール前にもかかわらず球場はポストシーズンさながらの空気に包まれていました。その視線の先にいたのは、誰もが待ち望んだ背番号17、大谷翔平です。ところが、この日の大家には普段とは違う様子がありました。ウォーミングアップでは笑顔を見せていたものの、ふとした瞬間に左膝へ視線を落とし、何度も気にするような仕草を見せます。ベンチではスタッフと言葉を交わし、静かに目を閉じる場面もありました。その姿に、日本の実況席からは思わず、少し疲労が見えますね。大丈夫でしょうかという声が漏れます。アメリカの中継でも、何かを抱えているように見える。しかし、彼ほど油断できない選手はいない、と解説者が静かに語っていました。まだ誰も確信は持てません。しかし、球場全体がその小さな違和感を感じ始めていたのです。そして迎えた1回表。ドジャース打線はカブス先発右腕の力強いストレートの前に苦しみ、あっという間に西となります。ここで場内アナウンスが高らかに響きました。大谷翔平。その瞬間、スタンドは一斉に総立ちとなります。初球は外角高めの速球。見送ってストライク。2球目は低めいっぱいの変化球。冷静に見送りボール。3球目は内角へ鋭く食い込む速球。鋭いスイングでファウル。カウントは1ボールにストライク。完全に投手有利の状況です。カブスバッテリーはここで勝負を決めるつもりでした。そして4球目。外へ大きく逃げるスライダー。誰もが空振り三振を思い描いた、その瞬間でした。快音が夜空へ響き渡ります。鋭い打球は1、二塁間を鮮やかに破り、そのままライト前へ転がりました。ヒットです。決してホームランではありません。長打でもありません。それでも球場は大歓声に包まれました。一塁ベース上で小さく拳を握る大家。その姿に、ファンは結果以上のものを感じ取っていたのです。万全ではない身体で、それでもチームの先頭に立とうとする姿勢。その一本のヒットだけで、スタンドの空気は大きく揺れ動いていました。しかし、本当の勝負はここからでした。2回裏、カブスが反撃に出ます。連続ヒットで一1、二塁とすると、鋭いライナーがセンター前へ抜け、三塁走者が生還。カブスが1対0と先制し、スタンドは大歓声に包まれます。ドジャースベンチには重い空気が流れました。それでも、一人だけ表情を変えなかった男がいます。大谷翔平でした。ベンチ最前列で仲間を迎え、一人一人へ静かに声をかけ続けます。まだ始まったばかりだ。そんな言葉が聞こえてきそうな落ち着いた表情でした。その姿はプレーだけではなく、チーム全体を支えているようにも見えます。そして3回、再び大家に打席が巡ってきます。今度は一死一塁。スタンドの期待はさらに高まり、カブスベンチは迷わず内野守備をシフトさせます。長打だけは絶対に許さない。その意志が守備位置からはっきりと伝わってきました。初球は内角低め。見逃し。2球目はチェンジアップ。タイミングを外されます。そして迎えた3球目。真ん中付近へ甘く入った速球を、大谷が一閃します。打球を凄まじい速度で右中間を舞って立つ。観客全員が立ち上がりました。行け。スタンド中の歓声を背に、大谷は全力で一塁を蹴ります。二塁へ滑り込み、判定はセーフ。豪快なツーベースヒットに球場は再び大歓声に包まれました。ところが、立ち上がった、その一瞬でした。大型ビジョンには、左膝を押さえる大谷の姿が映し出されます。さっきまで歓声に包まれていたスタジアムが、一瞬で静まり返りました。大丈夫なのか、誰もが同じ思いを胸に抱いていました。大型ビジョンに映し出されたその一瞬に、球場全体の空気が凍りつきました。先ほどまで割れんばかりの歓声に包まれていたスタンドは静まり返り、多くのファンが息を飲みます。
ベンチではトレーナーが飛び出そうと身構えました。しかし、その瞬間でした。大谷は右手を軽く上げます。来なくていい。まるでそう語りかけるような合図でした。苦しそうに呼吸を整えながらも、その表情から笑顔だけは決して消えません。左膝には確かに違和感がある。それでも試合を止めるつもりはない。そんな強い意志が、その小さな仕草だけで十分に伝わってきました。日本では試合を見守っていたファンがすぐさま SNS へ書き込みます。翔平、無理だけはしないで。その笑顔を見るだけで胸が苦しくなる。やっぱり膝をかばっているように見える。同じ頃、アメリカの実況席もざわつき始めていました。彼は今、本当に限界に近い状態なのかもしれません。静かな口調で語られたその言葉が、かえって球場の緊張感を高めます。しかし、試合は待ってくれません。続く打者が鋭く打ち返した打球は外野へ抜け、一塁走者だった大谷は迷うことなく三塁を蹴ります。一直線にホームへ、クロスプレー、判定は、セーフ、ドジャースが同点、スコアは1対1。その瞬間、スタジアムは爆発するような大歓声に包まれました。ベンチが総立ちになります。チームメイトは次々と大谷を迎え入れ、力強いハイタッチを交わします。ところが、その歓喜の輪の中で、カメラだけは見逃しませんでした。ホームインした直後、大谷はほんの一瞬だけ左膝へ手を添えたのです。本当に一瞬、ほとんど誰も気づかないほど短い動作でした。しかし、その小さな仕草が、この日の戦いの厳しさを物語っていました。ベンチへ戻ると、デーブ、ロバーツ監督が静かに歩み寄ります。本当に大丈夫か？その問いかけに、大谷は汗を拭いながら短く笑いました。まだ終われません。帰ってきたのは、その一言だけでした。その言葉を聞いたチームメイトたちの表情が変わります。誰も口にはしません。それでも、その覚悟はベンチ全員へ確かに伝わっていました。しかし、この時点ではまだ誰も知りませんでした。この試合は、ここからさらに想像を超える展開へ突き進んでいくことを、4回以降は、一定して投手戦となります。両チームとの得点圏へ走者を進めながら、あと一本がどうしても出ません。カブス投手陣は徹底して外角中心の配球を続け、ドジャース打線も必死に粘り続けます。一球ごとに歓声、一球ごとにため息、スタジアム全体が極限の緊張感に包まれていました。そして迎えた5回、スコアは依然として1対1。均衡は全く崩れません。西一塁、再び、あの男に打席が巡ってきます。場内アナウンスが流れた瞬間、5万人を超える観客が一斉に立ち上がりました。大谷、大谷、地鳴りのようなコールがグラウンド全体を包み込みます。しかし、その熱狂とは対照的に、大谷の歩みはほんの少しだけ重く見えました。左膝を気にしながらの、表情は全く変えません。ゆっくりとバッターボックスへ入り、静かにバットを構えます。一方、カブスバッテリーも慎重にサインを交換していました。ここで勝負を決める。そんな空気がマウンドとホームベースの間に漂います。誰もが固唾を飲んで見守る中、大谷は静かに呼吸を整えました。この打席が試合の流れを左右する。そんな予感だけが、球場全体を包み込んでいたのです。球場全体が息を飲みました。スコアは1対1。5回にし、一塁。再び打席へ向かうのは大谷翔平。5万人を超える観客が立ち上がり、大谷、コールが地鳴りのようにスタジアムを揺らします。しかし、その熱狂とは対照的に、大谷の表情は驚くほど静かでした。左膝に痛みを抱えながらも、その視線だけはまっすぐマウンドへ向けられています。ここから、試合の空気が大きく変わろうとしていました。カブスバッテリーが交わした最初のサインは明確でした。歩かせるな。死球だけは絶対に避ける。勝負して打ち取る。それが彼らの結論だったのです。初球、外角いっぱい。157キロのフォーシーム。ストライク。球審の右手が鋭く上がります。大谷は一歩も動きません。ただ静かにコースを見つめ、その軌道を頭の中へ刻み込んでいました。2球目。内角へ鋭く食い込むカットボール。ギリギリまで引きつけ、鋭くファウル。乾いた快音が夜空へ響き渡ります。カウントは0ボールにストライク。完全に投手有利。実況席からも思わず大きな声が飛びます。ここからどう対応するのか、まさにスーパースターの進化が問われます。しかし、本当のドラマはここから始まります。3球目。
外へ大きく逃げるスライダー。誰もが空振りを予想しました。ところが大谷は最後の最後で見送り、ボール。4球目は高めの速球。これも鋭くファウル。5球目。低めいっぱいへ沈むスプリット。またしてもファウル。1本。また1本。決して派手な打球ではありません。それでもスタンドから自然と拍手が湧き上がります。ヒットでもない。ホームランでもない。それなのに、一球ごとに食らいつく姿が観客全員の心を揺さぶっていました。日本ではスポーツ番組が速報テロップを流します。大谷、執念の打席。SNS にも次々とコメントが投稿されます。何球でも見ていたい。膝が痛いはずなのに、この集中力は信じられない。何かが起こる予感しかしない。球場の空気は完全に一つになっていました。そして迎えた8球目。真ん中高めへ浮いた155キロのストレート。その瞬間でした。打った。鋭いライナーが三遊間を真っ二つに切り裂きます。打球はレフト前へ一直線。一塁走者は迷わず三塁へ。西一、三塁。ドジャースにこの日最大のチャンスが訪れました。スタンドは総立ち。青いタオルが一斉に揺れ、大歓声がいつまでも鳴りやみません。しかし、試合はまだ終わっていません。続く打者も粘ります。フルカウント。一球投げるたびに歓声とため息が交錯します。そして7球目。外角へのチェンジアップ。打球はセンター前へ落ちました。三塁走者が生還。ドジャース勝ち越し。スコアは2対1。ベンチが総立ちになります。大谷も迷うことなく一気に三塁を狙いました。ところが、その瞬間でした。スライディングした直後、大谷の表情がわずかに歪みます。再び左膝へ鋭い痛みが走ったのです。球場全体が静まり返りました。ノバーツ監督が思わずベンチを飛び出そうとします。トレーナーも身構えます。しかし、大谷はゆっくりと立ち上がり、右手を高く掲げました。大丈夫。言葉はありません。それでも、その一つのジェスチャーだけで観客は理解しました。スタジアムは大きな拍手に包まれます。誰もが胸を打たれていました。勝ち越しの喜びよりも、痛みを隠して戦い続ける背番号17の覚悟に。しかし、このリードはまだ安全圏ではありません。6回、カブスのすぐに反撃へ出ます。先頭打者が二塁打。送りバントで一三塁。続く打者の内野ゴロの間に三塁走者が生還。試合は再び振り出し、2対2。球場の空気が一変しました。ここから先は、一球の重みがこれまでとは全く違います。どちらが勝ってもおかしくない。誰も予想できない展開が待っていました。9回表。スコアは2対2。スタジアム全体が静まり返っていました。3時間を超える死闘。誰も席を立ちません。数万人の視線が、一人の打者へ集まります。フェリックス、スターズ、背番号17、神崎蓮。この日、4打席で3安打を放ちながら、左膝の痛みを押し隠して戦い続けてきた男でした。しかし、本当の勝負はここからでした。相手ベンチが送り出したのは、リーグ屈指の守護神、ゴーアン・ウワンレオン、カーター、最速160キロのフォーシーム、鋭く曲がるスライダー。ここまで幾度となく試合を締めてきた絶対的クローザーです。マウンドに立ったその姿を見た瞬間、球場の空気がさらに張り詰めました。神崎は静かにバッターボックスへ入ります。歓声は聞こえているはずでした。それでも彼は一度もスタンドを見ません。見つめているのは、ただ星のミットだけ、勝利だけを追い求めるような眼差しでした。初球、159キロのフォーシーム、外角低めいっぱい、ストライク、球審のコールが響き渡ります。神崎はゆっくりとうなずき、もう一度バットを握り直しました。2球目、鋭く曲がるスライダー、あと数センチで空振りというタイミング。それでも最後の最後で見送り、ボール、カウント1ボール1ストライク。捕手がタイムを要求します。マウンドへ歩み寄り、小さく言葉を交わしました。長打だけは避けよう。ベンチからの慎重なサインが送られます。しかし、その一瞬でした。3球目、インコース高め、わずかに甘く浮いたフォーシーム。神崎のバットが一閃します。カーン。誰もが振り返る。乾いた快音。打球は信じられない角度で夜空へ舞い上がりました。レフトが必死に背走します。フェンス際、ジャンプ、届かない。8球は、そのままスタンド最前列へ吸い込まれました。入った劇的な勝ち越しホームラン。
タジアムが爆発します。観客全員が総立ち、青いタオルが波のように揺れます。ベンチからチームメイトが飛び出し、ホームを目指す神崎を待ち構えていました。しかし、その歓喜の中で誰も気づいていませんでした。神崎の走るスピードが、ほんの少しだけ遅かったことに、一塁を回る瞬間、ほんのわずかに左膝へ視線を落とします。苦しそうな表情。それでも足は止めません。二塁、三塁、そしてホームイン。その瞬間、ベンチは歓喜の渦となりました。キャプテンの佐伯が真っ先に抱きつきます。4番の真田が何度もヘルメットを叩きました。佐藤監督は静かに神崎の肩へ手を置き、短く言います。よく帰ってきた。神崎は笑顔でうなずきました。しかし、その笑顔の裏では激しい痛みと戦っていたのです。ところが、本当のドラマはまだ終わりません。9回裏、スターズが1点をリード。最後のアウトまであと3つ。ところが先頭打者がレフトゼウヒット。続く打者は粘った末に死球。無視1、二塁。スタジアム全体が静まり返ります。ベンチでは誰一人座っていません。ファンも全員が立ち上がり、祈るような表情でグラウンドを見つめています。ここから流れは完全に変わります。一人目、渾身のストレート、空振り三振。あと二つ、球場が大歓声に包まれます。しかし、相手も最後まで諦めません。二人目、鋭いライナー。誰もが抜けたと思いました。ところが遊撃手、黒田が横っ飛び、打球をつかぬ。二塁へ送球。さらに一塁。6、4、3。ダブルプレー。試合終了。スタジアムは地鳴りのような歓声に包まれました。チームメイトが一斉にマウンドへ駆け寄ります。帽子が宙を舞い、ベンチは歓喜の輪となります。神崎はその場でゆっくり空を見上げました。そこにあったのは、派手なガッツポーズではありません。深く息を吐いた、安堵の表情でした。試合後、佐藤監督は静かに語ります。今日の一番の価値はホームランではない。最後まで仲間を信じ、自分の限界から逃げなかった。その覚悟だ。その言葉に、誰も反論する者はいませんでした。努力は、必ずしも報われるとは限らない。痛みは、簡単に消えるものでもない。それでも仲間を信じ、一球に全てをかける選手がいるからこそ、野球は人の心を動かします。スタジアムの照明がゆっくり消えても、誰一人としてすぐには席を立ちませんでした。観客の胸に刻まれていたのは、決勝ホームランの放物点だけではありません。最後まで諦めず、一歩ずつ前へ進み続けた一人の背番号17の姿でした。そして誰もが確信します。本当の伝説とは、記録だけで生まれるものではない。どんな逆境の中でも前を向き、仲間と共に戦い抜いた者だけが、人々の記憶に永遠に残り続けるのです。